皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。本日は緊急企画として、空気清浄機による新型コロナウイルス含有空気処理上の問題というテーマでお話しいたします。この内容は皆さんにとってきっと役に立つ情報になると思いますので、しっかりと聞いてください。2019年1月15日に日本での最初の新型コロナウイルスによる感染症 COVID-19 の患者が報告されました。その後、横浜港に停泊中のクルーズ船内で集団感染が起こり、合わせて市中感染者が急激に増加し、これに伴って重症者、死者が増加したため、日本政府は4月7日に緊急事態宣言を発令しました。これをきっかけにして、空気清浄機メーカーでは、自社製品による新型コロナウイルスまたは模擬ウイルスの死滅実験を実施しました。そして、ウイルスが死滅するという証拠データを提示することで、2019年5月以降、空気清浄機の記録的売上を達成しました。その結果、日本中のほとんどの病院、老人介護施設、ホテルなどにさまざまなタイプの空気清浄機が設置されました。また、多くの家庭にも新たに空気清浄機が導入されました。しかしながら、このような空気清浄機を使用すれば、新型コロナウイルスに感染しにくい室内空気環境が本当に作れるのでしょうか。私は1995年頃より空気浄化装置の開発を開始しました。数多くの空気処理実験、数式モデルの作成、これによる実験データの解析、装置の改良を行うことにより、5年ほど前にようやくほぼ満足できる性能を持つ空気浄化装置を実用化しました。私はこれまでに蓄積した知識に基づき、COVID-19 が流行し始めた当初から、空気清浄機メーカーが示したウイルス死滅証拠データに強い疑問を持ちました。そしてこの疑問は、今年の初め頃から感染性の高いオミクロン株が流行し、多くの家庭でクラスター感染が増えたことで、確信へと変わりました。ところで、私は空気清浄機という言葉に違和感を持っています。なぜならば、市販されているほとんどの空気清浄機が空気中に微量で存在する化学物質を分解したり除去したりすることができないからです。私は開発した装置を市販の空気清浄機と称する装置と区別するため、空気浄化装置と呼んでいます。よって以下でも私どもの装置をそのように呼びながら話を進めます。私は2019年の10月終わりから11月初めにかけて、フィリピンのマニラで開催された国際会議へ出席しました。この時、フィリピンではすでに未知のウイルス、まさしく新型コロナウイルスのことであり、当時は未確定でありましたが、このウイルスによる集団感染が問題となっており、私は日本が一刻も早く出入国の制限措置を講ずる必要があると感じましたが、結局日本政府が措置を講じたのは翌年になってからでした。新型コロナウイルスを空気中に浮遊させて空気清浄機の処理性能を調べる実験はとても危険であるため、簡単には実施することができません。よって空気清浄機メーカーでは次のような実験の実施によりデータを取得しました。実験法1、装置から取り出した空気浄化用部品、例えば殺菌等、電極などを使い、シャーレ内の新型コロナウイルスを一定時間処理し、死滅率を求めます。実験法2、小さな密閉ボックス
容積数リットル程度ですが、この中に模擬ウイルスを噴霧し、これを空気浄化用部品で一定時間処理した後に空気を採取して死滅率を求めます。実験法3、比較的大きな容積10立方メーター程度の密閉ルーム内に模擬ウイルスを噴霧し、ウイルス死滅機能を持つ空気清浄機で一定時間空気を処理し、生存ウイルス量の時間変化を測定したり、物質の吸着機能を持つ空気清浄機で一定時間空気を処理し、処理前後の空気中のウイルス量から除去率を求めたりします。今のところ1件だけしか知りませんが、新型コロナウイルスを浮遊させて空気清浄機の処理性能を検証した次のようなものもあります。実験法4、容積100リッター程度のボックス内に新型コロナウイルスを噴霧し、空気清浄機で一定時間空気を処理し、生存ウイルス量の時間変化を測定します。実験法1では、例えば死滅率が1秒処理で 90%、10秒処理で 99% といったデータが示されています。処理時間は通常1秒以上に設定されています。実験法2では、例えば30秒処理で死滅率 90% といったデータが示されています。実験法3では、吸着法に基づく場合に除去率 99.8% といった驚くべき性能のデータが示されています。実験法4では、生存率が時間とともに減少し、数十分かけてほぼゼロになるといったデータが示されています。ウイルスが数秒の処理で 100% 近く死滅したと聞くと、ほとんどの人がこのような空気清浄機を使うことで感染を阻止できる、あるいは処理しない時よりも安全だと思ってしまうでしょう。しかし、本当にそうでしょうか？ここには数字のトリックがあります。空気清浄機メーカーがこのことを知っていて意図的に製品を販売しているとしたら、道義的責任が問われます。反対にこのことを知らず、得られたデータから自社製品が高い処理能力を持つと判断して製品を販売しているとしたら、技術者の能力のなさが問われます。それでは、上述の実験で得られたデータの問題点を指摘します。実験法1において、1秒よりも短い時間のデータがないのは、空気浄化部品による処理時間を短くできる装置がないからです。死滅率が10秒処理で 99% でしたが、1秒処理で 90% まで低下したことに、この空気清浄機の処理性能の限界が見えています。実験法2においては、そもそも空気浄化部品のウイルス死滅能力が高くないため、90% 程度まで死滅させるのに30秒という長い時間を要したと考えられます。実験法3においては、除去率 99.8% という驚異的なデータが得られています。しかし、この数値がどのようにして求められたかを直接確認することができませんでした。そこで、時間をかけて調べることで次のようなことが分かりました。この除去率は、ここに示すような式を使って求められていました。0から1時間までの途中のウイルス量は測定されていませんでした。空気中ウイルス量はおそらく処理開始直後に一気に低下したのではなく、徐々に低下したものと推測されます。では、その間の空気中にばらまかれたウイルスは問題ないと考えたのでしょうか。除去率の計算法を直接示さず、99.8% という数値だけをクローズアップしているやり方は意図的であると言わざるを得ません。実験法4においては、
居住空間に比べると容積がとても小さいですが、とりあえず新型コロナウイルスの浮遊実験を行い、生存ウイルスの時間変化を測定したという点で評価できます。しかし、口述するように、この空気清浄機にも問題があります。感染性が高い新型コロナウイルスの処理では、空気清浄機内に取り込まれた空気中のウイルスを1回通過時に完全に死滅させる、または除去する必要があります。そうでなければ、空気清浄機を動かすことにより、ウイルスが空気中にばらまかれ、むしろ感染が起こりやすい危険な状態を作ってしまうからです。例えば、床などに落下しているウイルスまでもが空気清浄機の運転により装置に取り込まれ、その後多くが死滅することなく空気中へ放出されてしまいます。すなわち空気清浄機はウイルス散布機となります。そこでさらに実験法1から4の空気清浄機の問題を掘り下げます。空気清浄機の処理部の体積と運転風量の大きさから、空気清浄機に取り込まれた空気は装置内部に通常 0.1 秒程度か、これよりも短い時間しか滞留しません。よって実験法2の空気清浄機の性能は論外です。また、実験法1の空気清浄機では、シャーレ内のウイルスが10秒処理で 99% 死滅していますが、処理時間を1秒まで短くすると死滅率が 90% に低下しています。これは空気の装置処理部での滞留時間の大きさから少なく見積もっても 90% のウイルスが生きたまま放出されることを意味します。実験法4の空気清浄機でも同様です。ボックス容積を運転風量で除して得られる時間、専門的には空間時間と言いますが、この時間から見積もられるボックス内のすべての空気が少なくとも1回は装置を通過するのに必要な時間、この値は空間時間の3倍程度となりますが、この時間とウイルスが完全に死滅した時の時間の比較から、空気が装置を1回通過時に相当量のウイルスが死滅せずに出てくることがわかります。実験法3の空気清浄機を解体して内部構造を調べました。この空気清浄機にはウイルスを死滅させる機能はありません。オゾン発生も確認できませんでした。ウイルスは空気が2種類の格子状フィルターを通過する際に吸着・除去されるだけのようです。空気を高速で通過させるため、両方の格子とも十分に大きな隙間が設けられています。このため、吸着壁や吸着剤に触れることなく素通りするウイルスが多いと推測されます。よって、99.8% という恐ろしく高い除去率は空気を何回も循環させたことにより達成されたと考えられます。吸着法に基づく空気清浄機には次のような欠点があります。ウイルスが壁に接触しなければ吸着されません。また、空気に含まれるホコリにより吸着剤表面が覆われたとき、ウイルスは吸着されなくなります。私はゴキブリホイホイにおいて粘着シートに貼り付いた多くのゴキブリの上を平然と歩いていくゴキブリを思い浮かべてしまいました。一部のウイルスは吸着剤表面で死滅せずに生きていると考えられます。フィルターを洗浄するときに危険です。いずれにせよ、除去率 99.8% といった数値だけをクローズアップするやり方は消費者に誤解を与え、製品の性能を正しく判断できなくさせてしまいます。上述のどの空気清浄機においても、その処理原理と構造を知れば、空気が装置内を1回通過する際に
ウイルスを完全に処理できないことを予測することができます。しかし、このようなことを推測し、最終的な確信に至るまでには、実験と理論を併用して研究を行う能力が必要であると考えられます。だから私は本動画において実験ばかりでなく、数式モデリングを行うことの重要性を強調しているのです。現在市販されている空気清浄機のほとんどは、空気中に含まれるごく低濃度の揮発性有機化合物 VOC をゼロの濃度へ向かって低下させることができません。本件に関してはまた別の動画でお話しします。そこで私は1990年の中頃から高性能空気浄化装置の開発を目指して研究を開始しました。前述のように私は実験と理論を併用してものづくりを行いました。これにより低濃度の VOC を含む空気処理の実態が見えてきました。この開発した空気浄化装置にはたまたま空気浄化の部品として殺菌灯を用いていました。殺菌灯は波長が254ナノメーターの紫外線 UV を発生します。その殺菌力は非常に高く、古くより細菌、ウイルスなどを死滅させるためのツールとしてさまざまな分野で利用されてきました。本装置の空気浄化の基本要素は、殺菌灯を中心に据えた内径が 3cm 程度の円管です。空気は狭い流路の UV 強度が非常に高くなった空間を漏れなく通過します。殺菌灯の殺菌力の大きさから、この時空気中のウイルス、細菌などが瞬時に死滅することを容易に予想することができます。そこでこの空気浄化装置を実用化した会社では、ウイルスに対して UV を瞬間的に照射可能な装置を製作し、新型コロナウイルスに対して実験法1の死滅実験を行いました。その結果、1秒照射で 99.96%、0.2 秒照射で 99.44%、0.1 秒照射で 99.35% という高い死滅率のデータを得ました。そこで私は数式モデルを作成し、式中のパラメータを各メーカーが公開している死滅データから決定して、50立方メーターの室内空気を処理する場合のシミュレーションを行いました。その結果、他メーカーの装置では空気中のウイルスをほぼゼロまで死滅させるのに40日以上かかることが分かりました。一方、私どもの装置では5立方メーターパーミニッツの風量では200分程度を要しますが、風量を 1.3 立方メーターパーミニッツよりも小さくして運転するならば、ウイルスは空気が装置内を1回通過するときに完全に死滅することが分かりました。7月に入り、感染力の大きな変異株 BA.5 の発生で感染者が急増しています。この動画で述べた理由により、空気清浄機を運転するならば感染の恐れが高くなると考えられます。とにかく疑わしいものは排除すべきです。実は私、このことを2019年の終わり頃から大学ホームページ上で訴えてきましたが、発信力のなさから誰も空気清浄機による空気処理上の問題に気を止める人がいませんでした。新型コロナウイルスは初めの頃の株より弱毒化したと言われていますが、万が一感染したら特に高齢者では死亡の恐れが高いですし、そうでなくても後遺症の問題が指摘されています。予防を徹底し、決して感染されませぬよう皆さんの健康をお祈りします。
それでは次の動画までごきげんよう。